皆さんこんにちは。世界を旅するエイミーです。今日も張り切って編集やっていきます。昨日はスイス旅行動画のカット編集まで終わったから、今日はテロップ入れをサクサクやっていきます。 PC 立ち上げて、あれ動画データを読み込まない？フォルダが空だ。動画データが全部消えてる。なんでわ、どうしよう。落ち着いて。私、検索しなきゃ。SD カード、データ、消えた。なぜ？違う。立ち直り方。いや、修復方法。違うな。復元方法。もう本当に頭が真っ白になりました。ヨーロッパ旅行で撮影していた映像が全部入ってたんです。しかも撮影期間は1ヶ月の長旅で、3台のカメラで撮影していたので、データ量もかなり多くて、全部で 1TB、1000GB 分くらいの動画データが消えてしまったんです。旅行ってその瞬間しか撮れないじゃないですか。景色とか空気感とか、その時の思い出ってもう二度と同じようには撮れないので、これもう戻らないかもって思った時が本当に一番きつかったです。しかもちょうど YouTube を始めて1年くらいの頃だったので、データ管理の知識もほとんどなくて、とにかくネットで調べながら自分でできそうな方法を一通り試してみたんですけど、やっぱりダメで、自力でダメなら専門業者に任せなきゃダメなのかなと思って検索しながら見つけたのがこのリカバリットでした。私は普段動画編集でフィモーラを使っているんですけど、リカバリットは同じワンダーシェア社のデータ復元ソフトということで試してみようと思いました。正直この時はまだ半信半疑で、本当に戻るのかなって思いながらソフトをダウンロードして、とりあえず SD カードを読み込ませてみることにしました。この時はもうお願いだから出てきてって気持ちでお祈りしていたら、なんか読み込んでる。待って、スイスの景色じゃん。消えたと思ってた映像がちゃんと出てきて、あの時色あせてた思い出が一気に絶景カラーで蘇った感じでした。ちょっと大げさに再現してみましたが、これ本当にあった出来事なんです。ちょうど昨晩 PC の更新が入って、外付けしていた SD カードとか SSD のデータが消えてしまいました。思い返せばこういうことって今までも何回かあって、仕事で使う書類データを保存し忘れて結局作り直しみたいなこともありましたし、写真や動画もカメラで確認してたらうっかり消してしまったってこともありました。そんな時はいつも時よ戻れって思っていましたが、リカバリットならそれを叶えてくれるんです。もっと早く出会いたかった。リカバリットは今回みたいな SD カードなどメモリカードのデータ復元はもちろん、 PC の内蔵ハードディスクや外付けの USB メモリ、 SSD や HDD なんかのデータ復元にも対応しています。なのでパソコンに接続できる記憶メディアであれば基本的に幅広く復元できるみたいです。そして復元率は 99.5% ってなんと頼もしいんだ。しかも操作方法はすごくシンプルだったので、今回はこのスイスの動画データが消えてしまったと仮定して一緒に復元させていきましょう。リカバリットをダウンロードしていきます。なんとリカバリットはスキャンまでは無料で試せるんです。なので本当に復元できるかの確認まではまず無料でできるのが嬉しいポイントです。 Windows 版と Mac 版でダウンロードするソフトが違うので、そこだけ注意してください。ダウンロードが完了したら立ち上げてみます。そうするとスキャンする候補のドライブが自動で読み込まれました。外付けドライブは4つ接続しているのですが、全部容量までしっかり読み込まれていますね。 SD カードは2枚差し込んでいるんですが、ドライブ E の SD カードには 867GB の写真や動画が入っていて、それを撮影したカメラまで自動で認識されています。以前私が使った時にはこういう機能はなかったので、かなり進化を感じます。 AI を活用してデータ形式やカメラに合わせた復元をしてくれるみたいです。今回復元させたいのはこちらのドライブ D の SD カードです。今はデータが入っていない状態なんですが、ここに推定される復元可能性が高いと表示されていて、ちょっと期待しちゃいますね。それではスキャンを開始してみます。どんどんデータを読み込んでいってくれます。スキャンしながらリアルタイムでデータを表示してくれるので、待っている間も状況がわかりやすいですね。先ほど消えてしまった34個の動画も1分もしないうちに出てきました。
しかも見つかったファイルは34個を超えてどんどん増えていっています。以前撮影したファイルまで復元候補として表示されていてびっくりしました。私は普段旅行の撮影が終わったら SD カードのデータを SSD に移してバックアップを取っているんですが、何回か旅行に行って SD カードがいっぱいになるとフォーマットしてまた撮影用として使っているんですね。なので今回みたいに何世代か前に撮影した写真や動画まで復元候補として出てきました。最終的には24,000件以上のデータが見つかりました。この量だとスキャンには3時間くらいかかったんですが、かなり細かく読み込んでくれて動画も写真もたくさん出てきました。リカバリットすごいです。しかもフォルダごとやファイル形式、更新日時でも絞り込みができるので探したいデータも見つけやすいです。スイスの動画を探してありました。とにかく思い出のデータがちゃんと残っていそうだったので、この時点でもかなりホッとしました。しかもここまではログインもせず、本当に無料でスキャンまで試すことができました。復元からは有料サービスになるので、プランについては公式ページを確認してみてください。概要欄に URL を貼っておきますね。それではログインして実際に復元していきます。復元するデータを入れるファイルを指定して保存ボタンを押します。データ量によってスキャンも復元も時間が異なりますが、今回はほんの数分で復元までできました。それでは実際に動画を再生して確認してみます。おー、ちゃんと戻ってる。消えたと思っていたスイスの思い出が戻ってきてくれて本当に安心しました。ありがとうリカバイット。復元操作は本当に簡単でしたね。復元の他にも破損した動画や写真の修復をしてくれたり、 AI 写真補正ではピンボケした写真を鮮明にしてくれる機能まであります。本当に便利ですね。今回はリカバリットのおかげで思い出を取り戻すことができたのですが、正直今回みたいなことってもう二度と起きてほしくないので、この事件以降動画や写真のデータ管理は気をつけるようになりました。特にカメラって落としてしまったり、水に濡れてしまったり、SD カード自体が故障してしまうリスクもありますし、4K や 8K みたいな大容量データを扱っていると管理ミスも起こりやすいんですよね。あと SD カードってずっと保存用として使うにはあまり向いていないみたいなので、撮影後はこまめに別の媒体に移しておくのがおすすめです。ちなみに私はカメラで撮影した動画データは旅行が終わった後に SD カードから SSD へ移すようにしています。先ほどから出てくる SSD っていうのはデータの読み書きがすごく早い保存機器で、動画編集との相性がいいので、編集中のデータは基本的に SSD で管理しています。HDD は SSD より読み込み速度は少し遅いんですが、その分価格が比較的安くて大容量データの長期保存に向いているんですよね。なので私は動画編集が終わったデータは最終的に HDD へ移して保管するようにしています。普段は SD カードで撮影、SSD へ移動して編集後に HDD へ保管という流れで管理しています。YouTube をやっていたり動画編集をしている人じゃなくても、スマホの写真や動画って大事な思い出になっていたりしますよね。なので普通にスマホで撮影する方でも iCloud や Google フォト、外付け SSD みたいにどこか別の場所にも保存しておくのがおすすめです。あと旅行に行くと本当に大量の写真や動画を撮影するので、私はできるだけこまめに整理するように心がけています。旅行中はなかなか難しいんですけど、途中の鉄道移動や帰りの飛行機の中とかでお気に入りの写真だけ残す整理の時間を作るようにしています。後回しにすると膨大な量になって大変な作業になりますし、写真や動画って見返すことはあっても時間が経つとなかなか整理するタイミングってなくなってしまうんですよね。これだけデータ保管に気をつけていても何かの拍子にデータを失ってしまう可能性はあるので、もしもの時に復元できる方法があるって知っておくだけでも少し安心できるんじゃないかなと思います。今回紹介したリカバリットの URL は概要欄に貼っておきますので、無料でダウンロードしてみてください。ということで今回は消えてしまった動画データをリカバリットで復元してみました。こんな便利な復元ソフトがあるんだって初めて知った方や、データ復元できてよかったねって思っていただけた方は、ぜひ高評価とコメントもいただけたら嬉しいです。それではまた次の旅動画でお会いしましょう。エイミーでした。